こんにちは、キキです。今日お話ししたいのは、日本にこれって5年前にあったっけと思うものについてです。というのも、私は海外に生活してもう9年10年ぐらいになるんですが、日本には1年か2年に1回のペースで帰ってきています。そうすると日本の変化に結構気づくことがあって、そこでこれって日本に5年前あったっけと思うものを皆さんとそうだよねというふうに共有していけたらいいなと思っています。まずはじめにタクシーの形について、これ5年前にあったっけっていうのがちょっと話飛ぶんですけれど、私は去年イギリスに旅行に行きました。その時にバンの形のタクシーをよく見たんですね。で、そこで一緒に旅行に行った人と、この形のタクシーって日本にないよねって言ってて、その後日本に来たら普通にあった私が知らないだけで、日本にもそのバンっていうか後部座席が四角くなっているところ、四角くなっているタクシーがすごく普及していて、びっくりしました。笑いました全然違うこと言ってるじゃんっていう。ただあれはなんていうか、大きい荷物が入れれそうだったり、あと高齢者の方が乗り降りしそうだったり、できやすそうだったりでいいですよね。ちょっと調べたら、そういう方のためにあの形のタクシーが増え始めたっていうのも読んだので、それが5年前にはなかったのになと思います。次にハード系のパン、これも5年前には見なかったなと思います。いわゆるバゲットフランスパンだったりとか、パンヌカンパーニュって言われるようなものだったり、惣菜パンではない本当にパンだけのもの、これは私がフランスに住んでいた時があって、そこから日本に帰ってきた時に日本に一時帰国した時にすごく思いました。日本で美味しいフランスパンを見つけるのがすごく難しくって、どうしても食べたいけどなかったのを覚えています。大手のチェーンがバゲットを作ってたりもしたんですが、どうしても柔らかかったり、香りがフランスのものとは違うなという印象がありました。ただここ最近いろんなパン屋さんがフランスパンを始めていたり、全然、惣菜の入っていない、ハード系のパンが置いてあることがあって、なんだろうな、当時、フランスパンがなかった頃はやっぱり、日本人の口に合わないのかなとか、唾液の量が違うっていうし、日本に来ることはないのかななんて思ってたんですが、大外れいつも言ってることと現実が違う私ですが、全然日本人の人も受け入れたし、なんなら好きだし、これも一重に、本場のパンをそのまま製法で、持ってこようと努力してくださってるパン屋の人だったり、そういう企業の努力によるものかなと思って、私はすごい喜んでいます。それ以外で5年前には見なかったけど最近増えてきたなと思うのが、ショートカットの女性です。最近 YouTube で美容師さんが上げている動画で、ショートカットにしたことがない女性が似合うのか、ショートにしてみたらみたいな動画がたくさん出ていて、私も結構それ見るのが好きなんですけれど、本当にみんなショートカットが似合っているし、美容師の方も上手で、多分それの影響で増えてるんじゃないかなと私は思っているんですがこれも全然違うかもしれません。で、外見のことで言うと、個性的な服の人が増えたなと思います。これは5年ぐらい前かな、ちょうどアメリカに住んでいた時の姉と私の帰国のタイミングが合うことがあって、その時話したのを鮮明に覚えてるんですけれど、日本って同じ服着てる人多いよねってその全く同じ服というよりかは、系統だったりそのスタイル、ファッションっていうのがもうほぼ一緒、個性が全然ないよねって、話してたのを覚えてるんですが、今はそのスタイルであること、ファッション、あとは色味、スタイルというか、多分買っている服のメーカーさんも多種多様ですごく個性が出てきたなと思います。多分コロナでみんな外に出れなくなってから、逆に外に行けるときは自分の着たかった服だったり、自分をアピールできる服を着るようになったんじゃないかなと私は推測しています。コロナ関連で言うと、やっぱり食品の配達も増えましたよね。Uber Eats だったり、出前館だったり、パンダ、それもね、5年前には全然見ることがなかったのに、今では食品を運んでいるバイクの方で自転車に乗ってる方をよく見るようになりました。他にも5年前にはあんまり見なかったのに最近見るようになったなと思うのが、レンタル自転車。
これはすごい増えましたね。私もこの前借りたいなと思って、アプリを入れようとしたら、アプリがこの国に対応していませんって言われちゃって、っていうのも私のスマホギリシャで買ったやつなんですけれど、なぜか設定上日本にいても海外もしくはギリシャにいることになってしまってるみたいで、いくつか入らない日本のアプリっていうのがあるんですね。なのでその自転車をレンタルするアプリも入れれなかったり、あとは日本の電話番号を記入してくださいとか言われてもうそのレンタル自転車が使えないっていう方は、私は名古屋の各駅に自分の自転車を駐輪場を借りて入れとくしかないなと思ったんですけれど、そのくらいレンタル自転車を乗ってみたいものの一つではありますね。それ以外に最近日本でよく見るようになったなと思うのは、それまでも日本と海外でのテレビ番組の違いに、日本はよく大食いとか早食いをするなっていう印象があったんですが、それに加えて激安スーパーの特集もよくするようになったなと思います。例えば群馬のこのスーパーで、大根が1本50円でしたとか、みかんが1個50円でしたとか、みかん1個50円は高いか高いんですけど、そんないちいち野菜だったりフルーツの値段を取り上げて、あそこが安い、ここがお得っていう話をするようになったなと思って、それは値段を気にして買うようになった日本人が多くなったのかなっていうを感じるところではありますが、海外だとそういう特集っていうのはあんまり見ないので、これもまた日本の特殊なことかなとは思いますね。ここから5年日本ではどういう特集だったりテレビでのなんでしょう、ドキュメンタリーだったりニュースが出ていくのかっていうのはちょっと見ものではありますが、5年後がまた楽しみです。最後にここ5年でよく見るようになったなと思うのが、お店、服だったり買い物してる時のお店での芸人のラジオが多くなったなと思います。例えば私これはダイソーに行った時に気づいたんですね。お笑い芸人の人がラジオをしていて、で、買い物していても手と目は買うものだったり物を選別するのに集中してますけど、意外と耳って使ってないんですよね。なのでそこで私も普段、ラジオを聞く習慣があるので、いつも聞かないようなラジオだったり商品を紹介しているラジオが流れてるとついつい聞いちゃって、なかなか面白いなと思います。それぞれのお店の個性があって、どちらかというとよく聞きます。なのでこれはいい取り組みの一つだなと思っています。私もいつかね、ギリシャ食品のお店があればそこでのラジオをやってみたいですが、そんな感じで今日はここ最近5年で日本で増えたなと思うものについてお話ししました。海外に住んでいる日本人の方、共感できるものありましたでしょうか？自分はこれが日本でよく見るようになったと思うっていうものがあればぜひ書き込んでください。もちろん日本人の方でも書き込んでください。それでは動画を最後まで見てくださりありがとうございました。またお会いしましょう。